川だっけ。はい、始まりました三尾 RTA とはいえね、これ355円案件で三尾ではないんですが、三尾案件、ほぼ三尾案件ということで、三尾の距離、ウーバーの最低報酬の配達料金の距離で RTA リアルタイムアタックをやっていこうという企画で、これ2本目かなになるんですけども、お昼稼働で、この日がね、なんかアメクエかなんかで1件300円プラスついてて、だから三尾の距離でもうほぼ620円ね。こんな美味しい時にやらないでかっていうんで、もうほぼ三尾ばっかり狙ってやってた日なんですが、2軒目だったらこれはもうこの日の3軒目ぐらいかな。2軒目か3軒目なんで、まだまだ元気な時で、距離がねこれ、受託したのは前の配達の後というか配達中なんで、実際にはもうちょっと前に受託しているんで、何ですか、受託から配達完了までの時間が、Uber のアプリでは分かるんですが、実際にお店から運んだ時間をこの赤枠の中で表しておりますが、もう1分経っております。そうなんですよ、この日1件300円ついてて、三尾2回分だもん、本当に。だからロングやると損なんですよ、割合的に。で、西新宿の根岸から新宿のタワマンまで運ぶんですが、これがね、お昼だとこう通行している人も多かったり、車の交通も多かったりで、なかなかね、時間短縮を図れないんですが、裏道を通ってね、信号のないところ、これが重要ですよ。本当に信号で捕まると1分ぐらい時間ロスしてしまうんでね、知ってる道なんか行くとこれなかなか時間短縮に狙えるんですが、いかんせんこの昼間の新宿っていうのは人通りがどこも多い。歩道も多ければ車道もね、車もビュンビュン走っております。当然信号は守って配達しておりますんで、そこを短縮する、いかにこう信号を回避するか、これが肝なんじゃないですか。実際の距離がどれぐらいだったのかね、覚えてないというか喋ってないんで分かんないですけど、実際はどれぐらいだろう、1キロないぐらいだと思いますね。800、900ぐらいじゃないかな、もうちょっとあったかな。でもここ曲がったらもうすぐなんで、本当に近い距離、三尾の距離ですよね。目の前に走っているのも配達員か、配達員じゃないか、配達員ではない、お金もらえないのになんで自転車乗ってるんだって思っちゃうよね、普通に自転車乗ってる人もいるといやー、ここ下りなんでね、もうちょっと、歩道走ってるんで、そんなに、厳密に言うとね、歩道あれですよね、徐行しなきゃいけないんで、そういうルールを守りながら、さあもうそろそろこの辺がタワマンの場所ですが、どうでしょうかね。人を避けて、あんまりビュンビュンね飛ばすわけにもいかないんで、なかなかスピードが出せないが、どうだ、もう3分経っている、3分半経とうとしている。日差しはセミがみんみん鳴いて暑い夏の時期。ここの信号を捕まるか、どうだ、見えないが捕まった。これでどうだ、1分ぐらいロスするか。44秒で信号止まった。もうすでにこの時点で10秒損している。10秒のタイムロス、これは大きい。しかしタワマンなんでね、入る時もなかなか時間がかかるが、この信号でもうすでに20秒はロスしている。まもなく30秒ロスしている、ね。
の信号無視するわけにもいかないし、当然無視しようにも車の通りが多くて渡りきれないのは明らかだから待つしかない。もうすでに40秒50秒50秒およそ1分のタイムロス。ここがね負ければねなかなか負けないが、道を迷うことなくほぼ一本道でこの坂を下ればもうお目当ての配達先のマンションがすぐそこというところまで来ているが、こうして傘を振り回す人を避けながら、あれは日傘ではなかった、ビニール傘だったんじゃないか。さあここがその噂配達先のタワマンなんですが、ここからもですよ、時間との勝負。なんとね、ここのタワマンは受付に行って、お客さんの確認をして、それから、専用のエレベーター、搬入用のエレベーターのカードキーをもらって、カードキーってもらったよな。でそこからまだね1台しかないエレベーターを順番待ち、これ前に配達員がいるとなんといるんですよ。すでにエレベーターは上に上がっていて、それを降りてくるのを待たなければならない、そういった事情を踏みまして、もうすでに現場に着くまでは5分およそ6分かかって到着したが、ここからがまた時間がかかるんですよ。受付までとこと歩いていくと、前に1人ねこれ受付をしている人がいる。だから順番待ちをここでも待たされる。ここで順番待ちをしなければならない。フロントでございます。お食事のお届けでございます。隣にどこに運んでいくのか書き込む、時間を書き込む、誰が来たのか、電話番号とかね、個人情報をここに書き込む。ここに今どこの部屋に持っていく、こうだという話をしている。もうすでに現場に着いて1分半が経っているが、まだお客様の部屋の前にまでは行けない。ここからで地下の迷路のような裏道を通って搬入のエレベーターまで向かわなければならない。フロントでございます。お食事のお届けでございます。もうすでに2分が経とうとしている。普通のマンションであればもうすでに配達は完了しているところ、タワーマンションはこうやって入ってからも長い、しかも出てくるまでもがもっと長いっていうね。さあこれから搬入用のエレベーターに向かうが、これがなかなかめんどくさいね。全部意外にでかいんでね、歩いていくと時間がかかる。ここのタワーは何度か来ているんで、迷うことなく、その搬入用のエレベーターまで迎えるが、なかなか初めて行ったところのタワーマンションとなると、この裏道とかね、それからここはフロントで受付をしてくれますが、何ですか、管理してるところの場所がわからないとかね、裏道がわからないみたいなところですごく時間を浪費するタワマンもあって、だから配達員にはタワマンが嫌われていると。もう入ってからもうすでに3分4分経とうとしている。でここでエレベーターを待つ。これがなかなか降りてこない。タワーマンションなんでね、上の方に行かれていた日にはその1台しかないエレベーターを降りていくのを待つ。この無意味な時間一体。しかもこの時だいたいタワーマンションのこういうエレベーターの中って電波状況が悪くてね、新たな案件が受け取れないとかね、そういうこともあるし、配達完了を押してもなかなか電波がなくて、それが配達完了にならないみたいなことがあって、そういった無駄な時間をここでロスしてしまう。やっと来たエレベーター、なかなか今回はこれは早かったんじゃないか。この1台しかないエレベーターで上の階に向かう。タワマンのエレベーターというのは高速エレベーターでそこそこ速いんですが、速いといえども何十階と上に登るとなると、それでもやっぱり1分2分はかかってしまう。しかもエレベーターを降りて部屋が右の方にあるのか左の方にあるのか、それを勘で右に行ったり左に行ったりするが、だいたい行った方向とは逆に部屋があるっていうことが多々ある。
さあ今回はどうだ、右に行くのか左に行くのか、まず目の前の部屋番号を確認して、右なのか左なのかを予想して歩くが、どうだ、これは合っているか。合っているな、おそらく合っている。引き返していないので合っているはず。とぼとぼと歩いていくが、ワンフロアに何部屋あるんだ。まだ違う。まだここの部屋でもない。まだここの部屋でもない。エレベーターからもうすでに、マンションに入ってからもうすでに5分は経とうとしているが、まだそれでもお客様の部屋の前には着かない。果たして着くことができるのかもう着かないんじゃないのか。やっと部屋の前まで見て、しかもこの配達は暗証番号案件で対面で渡さなければならない。さっき下から連絡したのになぜすぐ出てこない。はい、お待たせしこのました。方は比較的早く出てきたが、これで暗証番号を入力して、これで終了。なんと受け取りから配達までは10分27秒かかっておりますが、受託してからは14分38秒なので、前の配達の終わりぐらいからな、この受託したのは。それから現場に着くまでが4分ぐらいかかったと。でそこから10分といえども5分はマンションに着いてからの時間なんでね。だから、実際マンションに着くのは5分ぐらいで着いたけども、やっぱりタワマンに入ってから部屋届けるまでがやっぱり 5分6分。しかもね、これ帰り今とぼとぼ帰っておりますけども、このタワマンから出るまでもまた同じぐらい時間がかかるんで、そらやっぱりみんなタワマン行きたがらないよね。ただこれ三尾 RTA と言いながら、これはね355円案件なんで、厳密には公式記録ではない、参考記録として。で次回以降三尾の案件でタイムアタックやっていきたい、リアルタイムアタックをねやっていきたいと思いますんで、ぜひご期待ください。ありがとうございました。最後まで見ようか。これ全然出れないでマンション、これほんと腹立つね。でならないでしょ、なってないんだよな、次のやつが。この日そんな忙しくなかったといえば忙しくなかったが、なぜか、台風の影響でかアメクエが1件300円ついててね、これはもうだから三つをやって普段の倍稼げるから、この日だけでね本当に普通の日の倍ぐらいの金額いってましたね。普段からそれぐらいね配達料出せよって感じですよ、ほんとね。これまだやっと搬入用のエレベーターが上に来て今降りているところでしょ。そんなに上層階じゃなかった記憶があるんで早いですけども、こっからその近場道みたいなねところを通って、また受付に戻ってカードキーを返して、でマンションを出て自転車止めてるところまで歩くってなると、もう入ってから出るまでだいたい10分ぐらいかかるのかな。7、8分は少なくともかかりますんでね。でその間だいたいね電波が入らないんですよ。さあやっと受付まで来て、でカードキーを返す。よくこんなね住んでる人もピンポンが3回も4回も鳴るわけでしょ、これ1個の配達だけで。それイライラしますよね。しませんか？何回鳴らすねんって。受付ないところでも入り口にピンポンがあって、エレベーターの前にピンポンがあって、各フロアに降りてまたピンポンがあってみたいなところがあってねえ、本当に初めて来た人ですね。あれどこに、裏口があるのかみたいな言ってますけどね、毎回同じ人が来るわけじゃ
じゃないんでね、受付の人も大変です。同じこと何回も、まあまあ、それが仕事といえど仕事が、はい、これでやっと次の案件に迎えると、なかなか時間がかかってしまう。ね、だからタワマンは嫌われるという、そういう話よね。みそ RTA、ね、次回以降もお楽しみにしてください。ありがとうございました。